と照明の当たり方、いろいろ工夫はしてるんですけど、変えてみたいなと思ったんですよ。やっぱりいいですね。あ、いい。すごい雰囲気良くなりましたね。こんにちは、ハッカです。いや、今日はですね、ちょっとこの今の見た目、実質をスタジオっぽくこうしたいなというところで、ちょっと照明の当たり方、いろいろ工夫はしてるんですけど、変えてみたいなと思ったんですよ。それで使用するのがこちらなんですよね。じゃんと。アパチャ。アパチャっていうのはもうね、映像用の照明といえば一大ブランドですよ。で、私、アパチャの照明自体は持ってないんですけどね。今メインで使ってるのは、ゴドックスというメーカーの、照明なんですけど、ちょっと今、どのように撮っているかっていうのをお見せしましょう。はい、見えますでしょうか。正面に FX3 っていうカメラに、こう、ディスプレイつけて、ある程度こう自撮りしやすくしてるなというところですね。で、照明がこっち側になります。ゴドックス SL202。これ以前動画で紹介した照明ですね。で、これを正面のこのロールスクリーン。これ実は遮光ロールスクリーンで、ホワイトなんですけど、遮光タイプなんで裏面にちょっとフィルムコーティングがしてあるんですね。でそこに光を当てて拡散させて自分の顔に当てているっていうような感じなんですよ。それで今斜めからこう光が全体的に当たってこんな感じなんですよね。これも悪くないんですけど、もうちょっと光を当てたいところだけに当てられる、そんなアイテムがこちらなんですよね。でアパチャーの、商品名なんですけど裏に入ってます。ライトドーム SE。ここに若干こう絵が描いてあるんですけど、照明の外につける傘みたいな形状なんですよ。それで光を拡散させたり、一方向に当てたりっていうするアイテムです。早速取り付けてみてどのように映像が変わるか見てみましょう。はい、それではこちらのライトドーム SE 取り付けていきますね。これ開けるとこんな感じで、部屋が4つに分かれているっていうような感じなんですよね。これがどうやらメインの傘となる部分のようです。中がシルバーになってて光を反射するような形で骨組みがいっぱいついてるなと。そしてこちらがそれを取り付けるマウントですね。このマウントをこれと取り替えることができるはずです。で、この棒をですねここに入れていくわけなんですけど、赤いこうリングの書いてるところとここに赤くマークがあるんで、これ合わせていくようなんですよね。結構この骨組みが硬くて苦労しましたけど、こうやって傘型になりましたね。内側が銀色です。これをここに取り付けるはず。このマウントって割と共通らしいです。ボーエンズマウントっていう名前だったかな。この時点でだいぶスタジオ照明っぽくなってますよね。でここだとまだ光が強すぎるんで、この内側に細工していくわけなんですけど、こういうちょっとしたフィルターを取り付けていくんですね。光源からちょっと離れた位置に、光を拡散させるフィルターを1つ。でこの白い丸いフィルターも取り付けていきましょう。で円形フィルターは2枚あるので、好みではあると思うんですけどね、2枚重ねにすればより
拡散された光になるのではないでしょうか。はい、これだけでもまあ完成でもいいんですよね。こうふわっと明るい光がつくのがわかるかと思います。でこれだけだとまあちょっと拡散しすぎかなという時にはハニカムの部品を使うんですよね。はい、取り付けしたらすごいなんか異様な光景。まあ今ちょっと斜めから撮ってるんで真っ黒に見えますけど、まあ、この奥には白い部分がありますよね。明かりつけてみましょう。はい、このように結構厚めの黒い遮光というかですね、奥行きがあるんですよ。とするとまっすぐ光が飛んでくるんで、まあ、ちゃんと当てたいところにだけ当たるというような感じになるんですね。はい、アパチャライトドーム SE 取り付けて、セッティングしてみました。部屋全体が暗い中で、一応顔だけに照明が当たるようにしてみたんですよね。明るさとか色味とかっていうのはちょっと編集の時にどうなのかなということで、まだ画面見る限りではまあまあ綺麗に見えるかなというところです。なんでこういうことをしたかったかっていうと、この部屋は結構真っ白なんですよね。一般的な、日本の、家ということで白い壁紙なんですよ。ですごく狭いんですよね。狭い中でもこうやって自分の部分だけ明るくて後ろをちょっと暗くすることで奥行き感を出したいなとか、で背景を暗くすることで、後ろの照明だったり自作 PC の LED ライティングだったりを引き立たせることができるのではないかなというふうに思ったんですよね。あとは角度とか、あとひょっとしたらもう全部好みの問題かもしれませんね。結構顔にも影ができていると、こっち側すごい暗いのでこれが本当にいいのかなっていうところもありますし、もうちょっとこの照明の場所を変えてもいいかもしれないですね。ちょっとやってみましょうか。ちょっと照明の角度変えて、今までぐっと斜めから当たってたのをちょっとだけ前の方に持ってきた感じなんですよね。こうやってちょっと角度を変えてみるとまた違った雰囲気になりますよね。ちょっとこの辺は試行錯誤が必要かなと思います。でもぐっと雰囲気のいい絵作りができるようになったかなと思いますんで、しばらくこのアパちゃんのライトドーム SE を活用した照明っていうのを考えてみたいと思います。でライトドーム SE なんですけど、組み立て結構大変でした。大変というほどでもないんですけど、アンブレラのこう骨、棒に当たる部分がこうグイッグイッとこう曲げながら差し込んでいくっていう形なので、ちょっと大変かなというところです。それ以外は何ら問題なく、フィルターとかディフューザーのあたりもマジックテープで貼るだけなので非常に簡単ですね。後ろの自作 PC がね、綺麗に光ってるのが見えるのが私的にはすごいポイント高いですね。しばらくこの照明で行ってみたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。ではでは。